おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はですね、夏の定番の冷製スープガスパチョを紹介していきたいと思います。よく売れたトマト、キュウリ、パプリカを使ってですね、あとちょっと一工夫でより豪華になるスープを作っていきたいと思います。分量の方は概要欄にも詳しく書いておきますので参考にしてみてください。それでは始めましょう。それではよく洗ったきゅうりをエプルシェしていきます。皮を剥いていきますね。皮の方ですけども青臭さがありますので今回はエプルシェしていきます。はい、エプルシェして、この時ですけども、書いてある分量ですね、全部下処理を終わった段階での、分量なので気をつけてください。にんにく色が変わっているところは取り除きます。玉ねぎもですね、一番上の乾いてる一皮はきれいに取り除いて、トマトも芯はきっちり取ってあります。パプリカもですね、よく洗って半分に切って中の種と白いふわふわの部分ですねをきれいに取り除いてあります。野菜の下処理が終わりましたのでミキサーへかけていくために野菜を全部切っていきます。全部エマンセでいいです。玉ねぎ、にんにく、セロリ、きゅうりは種ごとそのままエマンセにしていきます。あと切り終わったらですね、そのまま、ミキサーのボウルの中に入れていきます。続いてトマト、パプリカも同様に切っていきます。先ほども言いましたけども分量は下処理をした状態の野菜の分量なので気をつけてください。ガスパチョはですね、ほんと野菜の持ってるうまみだけの料理なので一つ一つの野菜をよく選んでですね、よく売れた野菜を選んでチョイスして使ってみてください。そうすると仕上がりがだいぶ変わってきます。ここでポイントの一つですね、パンドカンパーニュの中身の部分、ミードパンを使います。パンドカンパーニュじゃなくてパンドミですね、食パンでも構いませんので、ぜひ入れてみてください。だいぶ味がまろやかになって変わってきます。2個目のポイントいきます。クミンパウダーをおさゆですね、一度沸いた水の中に入れてよく溶いてあります。このクミンですけども食欲増進など夏に適したスパイスの一つですね。そこに先ほどのパンドカンパーニュの中身を入れてふやかしてあります。先ほど用意したすべての材料をですね、ミキサーの中に入れてよく混ぜていきます。中にオリーブオイル、赤ワインビネガー、タバスコはまだ入ってませんので気をつけてください。よくミキサーで回したらパッセですね、裏ごしていきます。この時よく、絞っていってください。このような感じによく絞ってですね、うまみを全部出し切ってやってください。その後に、塩ですね、汗止めしていきます。塩、タバスコ6滴ですね。あとお好みで多く入れてもらっても構いません。で、赤ワインビネガー 30g の赤ワインビネガーで、オリーブオイルが 100g ですねを入れていきます。この後塩が溶けるまでよく混ぜてやってから味見してやります。一応大切なポイントとしては塩を入れてすぐ味見してもですね、塩が溶けてないので気をつけてください。塩を入れてよく混ぜて、あと、もしあればですけども家に、バーミックス、ハンドミキサーがあればそれで最後よくつないであります。ガスパチョですけども、出来たてよりも 2,3 日置いて休ませてやった方がより美味しくまろやかになりますので試してみてください。これでスープの方は完成です。はい、それではガルニチュール、浮き身を作っていきます。まずコンコンブル、きゅうりですね、よく洗って皮を剥いていきます。この後周りの部分だけ使って種は入れずにですね、周りの部分だけでブルノワーズにしていきます。ブルノワーズ、ちょっと大きめのブルノワーズですね、だいたい 6,7 ミリ角のキューブにしていきます。続いてトマトですね、ドライトマト、トマトセッシェ、これですけどもまた、動画別であげますので参考にしてみてください。トマトの味がぎゅっと詰まってですね、非常に美味しく出来上がってます。これも同じようにブルノワーズにしていきます。続いてクルトン作っていきます。今回ですね、手でちぎって自然な感じにしています。使っているパンはルセットの中で使っていたパンドカンパーニュの、ミードパン、中身の白い部分を使ってます。フライパンの中に多めのオリーブオイルを入れていきます。その中にニンニク、ローズマリーを入れてゆっくり匂いをアンフュゼ、匂いを移していきます。だいぶ温まってきたのでここでクルトンを入れますね。この時多めの油の中にクルトンを入れるんですけどもあまり触らないでください。一回柔らかくなってしまいますので、そこでスパチュールとかキュイエルで混ぜてしまうと、バラバラになってしまいますのでね。
丁寧に触るときは触るとこういう感じに触ってください。でなるべく全体的に揺らしながら均一に色がついたらですね上げていきます。自分が理想としている色のちょっと手前で上げてやらないとですね、あとそのまま色がついていきます。あとクルトンとか揚げ物はですね出したらすぐ熱いうちに塩をしてやります。熱いうちに塩をしてやらないと塩が溶けないので、一つポイントですね。熱いうちに塩をしてやります。はい、最後ラングスティン汗染め塩をしてですね軽くオリーブオイルをひいて、フライパンを熱くしたところに乗せていきます。今回テフロン使っているのでフライパンの方に油は引きません。はい、このような感じですね。直接置いてやって軽く火が入ったらですね半生の状態で揚げてやります。それではドレッセ盛り付けしていきます。先ほどバーミックスでつないだ、スープですね。スープをまずひいていきます。はい、続いて先ほど用意したガルニチューですね。ブルノワーズのきゅうり、コンコンブル、あとドライトマト、トマト摂取ですね。でラングスティン、ポワレしたラングスティン。これはですね別に冷えてなくていいですね。チエ度常温ぐらいでいいと思います。であとバジル、この辺はお好みでですね、入ってる材料もしくは合う材料ですね。バジルなどシブレットなどを飾ってもらったらいいと思います。あと日本ではですねラングスティンの代わりに、甘エビ、あとはウチワエビなどシャコとかも結構合うと思います。であとオリーブオイル、あとキュミンですね。キュミンのパウダーがあればアクセントにかけてやって完成です。夏場ですのでね冷たいスープ、食欲ない時にクミンとか食欲増進とかなりますのでぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。